はい、どうもこんにちは、けんゆうです。本日はですね、未庄内で果実をつけた3年目のあいつの木、あの木こちらですね、はい、紹介したいと思うんですけれども、じゃあ果実がね肥大化して今いい感じなのかどうかっていうのをねちょっとシェアしたいなと思います。はい、で実は8個ほどですね果実をつけまして、で花もポツポツしか咲いてなかったんですけれども、それがうまく受粉して、で肥大化が進み今、の状態をねシェアしたいなと思います。で明日大型台風が、来るので、8月今日30日なんですけれども、8月31日に、大型台風9号が、来るということで、一応ですね収穫できるものは収穫して、で収穫できないものというか、もうちょっと木の上に残しておこうかな、台風の被害でどのような状態になるのかなっていうのと、あと、身長が高いので、上の方を切っていこうかなと思います。はい、そんな感じです。それでは早速カモンカメラマンカモンいきなり調子乗るやつだこちらですね。まず1つ目、袋は外しました。外しました。かなりねいい感じですよね。はい、結構大きい、大きいやつで、2個目はねどこだったっけ、この辺にあったよね。あれどこだったっけ、草で見えないんだよね。ほい、あ、そうこっちはい、これです。2つ目、これはね袋掛け忘れてました袋掛け忘れてたのでちょっと可否が汚れてるかもしれない。で3つ目いきましょう。反対側、見てこれ、めちゃくちゃ大きい雲なんですよ。ジョロウグモだっけ。こいつがねカメムシとかをよく食べて捕殺してくれているのでありがたいね。はい、あんまりこう仲間をいじめるとね良くないので、はい、3個目これですね。これもね袋かけてなかったんですけれどもね、だいぶいい感じなんですよね。外敵から身を守るフォルム。はい、でこの木おそらくねカビラ紫だと思うんですよ。カビラ緑じゃなくてカビラ紫だと思います。で花皮がね見てください、こう赤色になってくるんですよね。こんな感じでこの辺ちょっと赤っぽいと思うんですけど、紫色っぽいと思うんですけど、これ特徴ですね。前回紹介した木の実生です。はい、なので、紫ちょっと一回収穫しましょうか。はい、貯金、3つはちょっと収穫しようかなね。はい、あとはここ登ってこれます？大丈夫？あとはこれ袋掛けしてるやつはね比較的綺麗なんですよ。1個取ろうかな、上のやつね。2個取ろうか。カメラマンの大事な当たり線香がです1個取ろうかな。もうそろそろ食べ時だよね。はい、チキン、虫がよし。うわ美味しそう、見てめっちゃ美味しそう。なんか紫っぽくないよね。カビラ緑っぽいよね。なんかこう形はだいたい 500g ぐらいですね。僕最近も重量当てれるようになったんで500g です。はい、家に帰って後でちょっとまた答え合わせをしたいと思います。多分550ぐらいあるね。こんな感じで8個ですね。計8個、果実をつけております。台風が来て落ちるかどうかねちょっと見たいね。袋掛け忘れてるやつがある。もう1個ある。あそこに取ろうか。来てこっちにほら、これなんかね木の幹から出てる。ほら、木の幹からここに花が狂い咲きしたのかな。ここから木の幹から生えてた。すごい。これは 400g ぐらいですね。持った感じ。すごいね。こんな未生でこんなできるんで 3,4 年ですね今は。はい、3年で一応花が咲いて、で、4年目に向かうところですね。3,4 年目でついております。で
排状系じゃなくてね、クリスマスツリーみたいに、仕立てているというか、これが自然系ですね。上に1本こう大きくするという感じでね、しております。こうすることによってこう葉っぱが綺麗に日光にぶつからない感じで葉っぱが綺麗にこう出てくるんですよ。何もこうハサミを入れないで育てると。で、きちんと枯れるものも、なかなか見受けられないし、すごくいい状態で、木が大きくなっているんじゃないかなと思います。で上の方はね、切るのは少しあれなんですけど、台風が来るのでちょっと切ります。台風が来るので切ろっか。よいしょ。ちょっと広いところから取った方がいいかもしれない。広いところから、高さが見えるところから、この辺かな。あれを切ろう。新生を切ろう。これつけとくわ。よし。そうだね、上のやつをあれを切ろう。クモの巣がいっぱいある。よか？良いかな。良いかな。よいしょ。あと剪定したところに傷口融合促進剤を塗るといい感じですね。はい。もうちょっと切ろうか。あの辺も切ろうか。これも切ろうか。感じで大丈夫かな。こんな感じでしょう。よし。ですね、前回去年大丈夫？去年ですね、こういう風にこうクリスマスツリーで木の幹1本でクリスマスツリーみたいにね、杉の木みたいにワッと、やっていたら2メートルを超えるとね、台風でポキッて折れちゃうんですよ。で、ここ一応防風林代わりでこう周りぐわっとね、木々が生い茂っているので、強い風というのはもろに、受けないんですけれども、こう1本向こうから通り道があるので、人間が入ってくる通り道があるので1本ね、でここからね風がねぐわっと抜けるんですよ。ぐわっと抜けるので、高さがね2メートル以上になると折れるんですよね、ここが。でそこだけがちょっと心配で、こういう風にしてます。高さ2メートル以上になると切る、2メートル以上になると切るっていうのをやってます。で徐々にね横に大きくなっていけばいいんですけれどもね、また、収穫が終わったらねちょっと水平優位もしていこうかなという感じで、一応少しは考えております。あの木もちょっとなんかやばいような気がする。まあいいか、実がついてないもんねこっちは。一応これはそのままにしておこうかな。3年で実をつけて、で下にも1本実をつけたやつがあったんですけど、あれはねもう果実が肥大化の段階でポロッと落下してしまったので、自然落下してしまったので、こいつだけですね結局生き残って、かなりいいのはやっぱこの場所が合ってるんだろうな。という感じですね。はい、ということで明日、
8月31日大型台風が来るということで、バナナの支柱立ても、葉っぱを落としたりで収穫もしたんですけれども、これからねまたアボカドの収穫、していきたいと思います。ということで、このチャンネル面白いと思ったらぜひいいねボタン押していただけると嬉しいです。また、こちらのチャンネルではですね、熱帯果樹、やっております。マンゴー、アボカド、島バナナ、グアバ、スターフルーツ、アテモヤなど、ですね、いろいろこう栽培の過程とかをね共有しておりますので、ぜひ興味がある方は、チャンネル登録をして一緒に栽培の方、していけたらなと思います。でまた僕がね、フルーツを食べるという食レポの動画もありますので、ぜひそちらの方もご覧いただけると、ちょっとは、なんだろうな、フルーツを食べるときにね、少しこうあいつがあんなこと言ってたなみたいな、ちょっと話長いみたいな顔してるごめんなさいはい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。